掛軸塾。はいどうも掛け軸塾の野村です。今回はですね、掛け軸をしまう際に発生しやすい折れやシワを防ぐためのスペシャルツールというものをご紹介させていただこうと思います。掛け軸っていうとどうしてもね、飾る時には広げてでしまう時には巻くと、広げたり巻いたりという作業をどうしても繰り返すので、掛け軸特有の痛みが発生してしまうんですね。それが折れであったりシワであったりするんですね。でこの折れやシワっていうのは発生してしまうと、もちろん掛け軸を鑑賞する上ですごく邪魔になるものにもなるんですけども、保管の面で考えてもそこから避けてしまったりね、破れが発生してしまったりということで非常によろしくないものなんですよね。だからなるべくこの折れとかシワが発生しないように、保管を心がけるべきなんですけども、それをするための便利なツールっていうのがございます。それがこちらになります。はい、こちら太巻きと呼ばれるものですね。太巻きご存知ですか？太巻き、最近はね、ご存知になられてる方も結構増えてきたかなとは思うんですけども、感覚的にはね増えてきたかなとは思うんですけども、掛け軸を扱ってらっしゃる方、掛け軸持ってらっしゃる方全体で考えるとやっぱりまだまだかなと思います。というのは多分太巻きっていうのは掛け軸昭和の後期ぐらい、高度経済成長期ぐらいに、作られるようになった保管するツールなので、まだねそこからそんなに経ってないので知られてない方もいらっしゃるんじゃないかなとも思いますので、今回ご紹介させていただきます。でこの太巻きっていうのは何をするためのツールなのかっていうと、掛け軸を巻く際にその巻く直径を大きくするためのツールなんですね。実際直径すごい大きく分厚く巻いてますよね。ゆるく巻いてますけども、通常の掛け軸とちょっと見比べてみましょう。はい、こちらなんですけども全然違いますよね。こちらが普通の、我々これ波巻きっていうんですけども、波の大きさで普通に巻くのを波巻きといって、こちらを太巻きというんですね。全然巻く直径が違いますよね。この掛け軸を巻く直径を大きくすると何がいいことあるんですかっていうことなんですけども、物っていうのは巻いていくと張力が発生してテンションがかかっていくんですよね。それがもう作品に対する負荷になっていくわけなんですよ。なのできつくちっちゃく巻けば巻くほどキュッ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 とすると、作品にどんどん張力負荷がかかって折れが発生したりシワが発生したりっていう、そういう風な不具合が発生してしまうんですね。なのでこの直径を大きくしてあげることでそういうふうなものを防ぐことができます。緩く巻くことでそのテンションを弱めることができるんですね。軽減することができるという、そういうふうな役割があります。分かりやすい例えで言うと画用紙を想像していただいたらいいんじゃないかなと思います。画用紙ね、硬い画用紙あると思うんですけど、あれを例えばちっちゃくちっちゃい径で巻こうとしていくと硬いんでバキって折れていきますよね。でゆるく大きな径で巻いていくと別に折れが発生することなく画用紙っていうのを巻くことができますよね。だから画用紙を持ち運びする時はだいたいゆるく大きく巻いて輪ゴムかなんかで留めて持ち運びすることが多いと思うんですけど、あれと全く同じような原理がこの掛け軸にも言えるわけなんですね。だから掛け軸っていうのはよく巻く時にきつく巻きすぎちゃダメだよって、ゆるくちょっとテンション緩めで巻いてあげることが大切だよっていうのはそういうことなんですよね。でそれをさらに道具を使って、しっかりと緩く保管するようにできるようにするというのがこの太巻きなんですね。でこの太巻きっていうのは、傷みが激しいものを保管する時にももちろん使われますし、絵の具がねすごい厚く塗り重ねて分厚くなってしまっている作品を巻く時もそういうふうに径を大きくするために使われたりすることもございます。で最近では別に傷んでなかったり硬くなくても高級なものを大切にちゃんと保管したいっていう、そういうニーズを叶えるために使われる場合もございます。では今からこの太巻きで巻かれている掛け軸を実際に飾って、で太巻きを使ってもう一回巻いて保管するっていう、そういう風な実際の流れを見ていってみましょう。はい、今矢はを使って掛け軸の紐を床の間のフック、これ今自在掛けっていう高さを調節する金具のフックにかけて、今から掛け軸を開いていきます。はい、広げ終わりました。で広げ終わったらこの太巻きの芯を取り外して通常通り掛け軸を鑑賞していただきます。たまにね、これ嘘じゃなくてほんまの話なんですけども、このままの状態で飾ってらっしゃる方がたまにいらっしゃいます。ご自宅に何回か行ったことがあるんですけども、太巻きの芯をそのままこういう風な状態で掛け軸飾ってらっしゃる方が何人かいらっしゃったので、違いますよそれ。太巻きっていうのは芯がね前後にパカッて開きますので、外した状態で飾ってください。だから普通の掛け軸と同じような形で、飾ってください。この太巻きの芯っていうのは
しまう時に使うものなので、保管する時に使うものなので、鑑賞する時、飾る時はもう通常通り飾ってください。これ意外に勘違いされる方が多いみたいなんで、今回ちゃんとご説明させていただきました。はい。で今からこの太巻きの芯を使って掛け軸を今度しまっていくんですけども、この太巻きの芯っていうのはこういうふうにさっきも言いましたけど、パカッて前後に開きます。パカッとね、前後に開きます。でここにこうちょうど軸棒と同じぐらいの大きさの穴が開いてるんですね。でこれを開けることで半月状の穴があるので、この穴のくぼみにこの軸棒、掛け軸の軸棒を沿わして、でこう閉じると。で巻いていくとこう直径を大きくして巻いていくことができるという形になります。でこの太巻きの芯なんですけども、実はこう向きがあります。前向き後ろ向きが実はこれございまして、見分け方なんですけども、こう実は、ね、高さ段差があるんですよ。これ横から見てるんですけども、高い方ちょっとね高い、こっちの方が高くてこっちの前の方が低くなってます。で低い方を前に手前側にしてこう使います。指で触っていただいたらその高さの違いっていうのがよく分かりますので、こう指で触っていただいて引っかかるな、なんか高いなと思う方を後ろにしてください。これなんでそうするかっていうと、高い方を万が一こう前にしてこうしまうと、この高い方のこの口の部分、この芯の口の部分が掛け軸の下の血の部分っていうところ、生地の部分に当たって肩がいってしまう、そういうふうな不具合が発生することがあるんですね。よっぽどじゃないとそれはないんですけども、何回か見かけたことがあるので、高さが低い方を前にするようにします。で中にはこう太巻きの芯って開くと大体穴があって出っ張りがあるんですけども、この出っ張りが後ろの方に行くようにっていうふうに言われる方が多いんですけど、実はねそれこの太巻きを作っている切り箱屋さんの仕様によって、この向きっていうのが前だったり後ろだったりっていうのが違ってたりするんですね。なので、理屈をしっかり覚えていただいて、高い方を後ろにするっていうふうに覚えていただければなと思います。でこれ見ていただいたら前の方がちょっとだけこう切れ目があるのが分かりますかね。普通つらい位置でピシッてなるんですけども、そうじゃなくてちょっとだけこうえぐれてるのが分かりますかね。これはさっき言った通り掛け軸の挟んだ時に血の部分の生地にここが当たらないようにするためにへこんでるんですね。ちょっと切っていると言ったらいいんですかね。でこれも切り箱屋さんの作り方によって変わります。仕様分かります。切ってる太巻きの芯もあれば切ってないつらい位置の太巻きの芯もあるので、高さでなるべく判断するようにしてください。でたまにね両方ともこう閉じた時にここがひっつかないように両方ともちょっと切れていると言ったらいいんですかね、隙間ができるように設計されている太巻きっていうのもあるので、本当にこの太巻きを作っている切り箱屋さんによってその仕様っていうのは変わるので、一個一個確認されたらいいんじゃないかなと思います。ただ原理原則としてはこれが、当たって血の部分に跡がいかないようにするために段差とかこの切れ目っていうのは存在しているので、そういう理屈さえ分かってしまえばどっちが前かな後ろかなっていうのは判断しやすいかなと思います。ではもう一度太巻きの芯を使って掛け軸を巻いていってみましょう。芯のへこみの部分にこう軸棒を添えていただいて、ちょうどきれいにはまるようになってます。でたまにねこの軸先がすごいいびつな形をしている場合があるんですけども、そういうのはこの通常の太巻きの芯では使えないので別注になりますね。多分ここをもうちょっと広げるような形になるんですけども、それは別注の太巻きを作る形になります。でこれを閉じていただいて、であとはね普段通り掛け軸を巻いていただければ結構です。はい、巻き終わりました。最初と同じ状態になりましたね。あとはこれを切り箱の方に収めて完了です。よいしょ。でこの切り箱っていうのも太巻きで巻くことで径が大きくなるので、どうしても大きくなるのでそれを収める切り箱自体も大きく設計されてます。深さがであったり大きさであったり横幅であったり、大きくこの太巻きの芯が入るような特別な設計の切り箱になっております。はい、こういう風な感じですね。大きい感じの切り箱太巻きになります。
こうすることで掛け軸にダメージがいくことなく保管することができて、また末永く楽しんでいただくことができます。はい、いかがでしたでしょうか。今回は太巻きというものをご紹介させていただきましたけども、美術品、掛け軸とか巻物を保管する上では非常に役立つ道具だと思います。掛け軸のね寸法とかをいろいろチェックしていただいて、写真を送っていただいて、でそれをもとに切り箱屋さんに制作していただくということができますので、太巻き作ってほしいな、こういうのどうやろうかっていうのありましたらご連絡いただければ、それに合わせて制作の方できますので、ぜひご要望ございましたらお問い合わせいただければなと思いますので、よろしくお願いいたします。はい、このチャンネルでは今回のように掛け軸やそれに関わるさまざまなツールのご紹介というのをさせていただいております。面白かったのためになったなと思われる方、ぜひチャンネル登録の方よろしくお願いいたします。それでは今回もどうもありがとうございました。最後までご覧いただきありがとうございました。チャンネル登録ぜひよろしくお願いいたします。